日本というブランドがあらゆる分野で評価を得ている昨今、内側から見た時の日本らしさとは何でしょうか。だからこの街にも日本らしさが必要なのだ。街のこの辺りを日本らしくしていくって言っても何から始める？まずは絶対川がいるのだ。農耕民族は水のないところに街を作らない。水源は日本の象徴なのだ。偶然前に農地を多めに作ろうとしてた場所だから、川は横に広げればいいだけだね。日本風ならできる限り全部斜面にした方がいいから、川を基準に周りの地形を作っていくのだ。大昔どんな風に氾濫していて、人はどう対処していったのか、そんなことをイメージしながら川と地形を作れば、自然にありそうな川と町の形になっていくのだ。ちょうど水の流れを止められそうな小さな丘が大通りになって、丘より低い場所が農地に、道沿いには人がどんどん住み始めて、最後まで余ってそうな山の上なんかが集会所や学校になった。そんな時間の流れをイメージしながら、川から小学校に向かって山になっていく感じにするのだ。日本の流れ的には結果的に避難所として最適だから、後からそう指定されるようになったって感じだね。あとはランダムで建てたマンション群がいつの間にかみんなレベル5になってて、結局立ち退いてもらわなきゃいけなくなっちゃった。正確に測ったわけじゃないけど、レベルが上がっちゃうと4車線道路の脇に建てられる高さギリギリになるよね。法律上建てられる高さギリギリまで使った建物がみっちり並んで建っているっていうのは、計画的に開発されたか、極端に地価の高い場所だけだから、ほとんど取り壊さないといけないのだ。あと日本を作るとき気をつけないといけないのは、密度の村の作り方とかかな。日本の密度の詰まり方は地区の用途によって全然違うから、どこにどう偏らせるのがいいか理由を具体的に考えながら作るのだ。ヨーロッパ風だと壁の面が揃ってて、きっちり計画的に詰まってる城下町って感じ。日本風は足し算を重ねた結果、徐々に詰まっていったってことだよね。ランダムに見えるけどここには理由があるって感じなのだ。西洋風は道路だけしっかり先に作った方がいいけど、日本風だと大枠だけ作って建物と一緒に生活道路を後から足した方がらしくなる気がするのだ。ここの裏手にある畜産農家さんは正直規模感が町側と合わないよね。新入りくんに立ち退きのお願いに行ってもらってるから、帰ってきたらごっそり土地を削らせてもらうのだ。川の形は最終的にこんな感じ。そこそこ自然な川ができたと思うのだ。あ、帰ってきた。どうだった？わかんない。立ち退きの理由は日本らしくないからって言ったらすごい顔された。そっちは問題なさそうだから、あとは大通り沿いの商業施設。なさそうってどこが？日本風アセットは商業建物の形は確かに全部日本風なんだけど、レパートリー自体そんなに多くないよね。特に日本らしい形に固めてるってだけで、そもそも日本には日本的造形の建物しか建ってないわけじゃないのよ。日本の商業施設で親和性が高そうなのはアメリカ南西風。これは何なの？色を変えればパチンコ屋。それからこれ、こっちは何？パチンコ屋。なんでパチンコしかないんだよ。だって日本全国どこでもありそうな商業施設ってパチンコしか思いつかなくない？そう言われてみれば確かに、右は平成に建てられたパチンコ屋、左はもっと前から建ってるパチンコ屋に見えてきたよ。これもアメリカ南西風。気候とかは全然違うけど、空間と壁面の使い方みたいなところでカリフォルニアとは共通点があるんだね。日本は土地が余ってるわけじゃないから、特定の商業施設に限ったことかもね。それじゃあ川沿いには農地を含んだ街並みを作っていくのだ。川から大通りまでが農地になって、通り沿いに商業施設が、なだらかな斜面は全部住宅地になっていく感じ。畜産農場の人たちはビニールハウスとアパート経営に乗り換えてもらうのだ。パチンコ屋はとりあえず並びで開店。ちょっと駐車場足りなそうじゃない？開店前で満車なんだから足りるわけないのだ。川と線路の間にも畑を作って、ポツンと生産系企業がある。横に倉庫を置いたせいで年中トラックが走ってるよ。似た建物がたくさん並んで立っていて、きっと地主さんが同じみたいな区画を作ったりだとか、隣は急に点でバラバラで細切れになってたりだとか、こういうバランスが日本っぽさだと思うのだ。街全体の勾配は結構いい感じじゃない？その坂道、道玄坂より急なはずなんだけど、そうは見えないな。っていうかこの街の方角設定、いつの間にかバグってない？ベランダの向きとかはセットの都合もあるし、場所によってカメラを置きたい位置が変わるから、マック初期決めてたものがだんだん大まかになっていって、最終的に撮ると機太陽を動かすようになったから完全にねじ曲がっちゃった。だけどこの川が国境だから、川を越えたらルールが違うのは問題ないのだ。世界の断りが変わるのはいいのか？それに川が国境なら負荷テスト用3億も日本ってことになるぞ。その件は保留。基本的にシミュレーションもちゃんとやる前提だから、街の渋滞は常にゼロにするってことになると、リアル目線じゃそうはならんやろ。道路はどこかに作らざるを得ないし、特にバランス調整が多い3億は
どうしてもジオラマ寄りにはできないのだ。ジオラマとシミュレーションは共存できないんじゃなくて、あなたの車極限まで増やしたい壁が邪魔をしてんのよ。それに作らざるを得ないは嘘でしょ。単に簡単に作れる渋滞しない構造に逃げてるだけで、全部立体交差かトンネルにすればいいじゃん。そんなのめんどくさすぎ。それじゃあ次は駅周辺をどうするべきか考えていくのだ。まずさっきは立ち退いてもらうって言ったけど、一旦違法建築ギリギリの建物を残す方法を考えてみるのだ。駅周辺の違和感はガードレールとかでなんとかなる問題じゃないよね。歩道を拡張して解決するなら日本っぽい構造はこんな感じ。これで歩道を倍の広さにするのはありだけど、それだと歩行者が花壇の中を歩いちゃうんだよね。それじゃそれに近い方法で一旦歩道を拡張してみるのだ。日本らしくすることだけが最優先ならモッドやデカールを使って白線や日本語を書く方が早いけど、シミュレーションもちゃんとすることが前提だから、そういうことは構造が完全に出来上がってからじゃないとできないって縛りが問題なのだ。しかもそういう強いアイコンに頼ってるとバニラで遊びたい人の参考にならないもんね。かなり広い大通りになったのだ。13階建てが建ってても違和感ない道幅にはなったけど、日本らしくなったのかと言われると少し違うな。歩道をかなり細くして道路脇を削ればもっと寄せられると思うけど、道は一旦バニラだけで置いておきたいから、この場所はこれで OK ということにするのだ。日本らしさといっても違和感を感じるポイントなんかは人によってかなり違うと思うから、いろんな人の感じるポイントなんかを聞いてみたいよね。次は駅前周辺。さすがにもっと最短で住宅地へ行く道がないと不自然だよね。そしてその道沿いが街で一番密度の高い場所になるはず。この道が高速道路なんかより先にあったって考えるのだ。ちょっと勢いで木を植えちゃったんだけど、ここが一番密度の高い場所であってほしいから、さらにもっと昔からあった道を作るのだ。周辺にある大通りが大通りじゃなかった時、一番最初にあった街の形はどうだったのか、そんなことを考えながら中心街を作るのだ。ただここからが結構大変で、昔から一番密度の高い場所が残ってて、その周辺がそのまま開発されたみたいな感じって、今このゲームで一番作るのが難しいのだ。雑居ビル的なものって日本特有の文化だから、それっぽく作ろうとしてもパーツが全然足りないんだよね。だからここはシミュレーションと内容にこだわらず、テラスハウスなんかを中心にそれっぽく見えるものを探していくのだ。日本特有のものと外から取り入れたものが混ざり合っている。むしろそういうところこそ日本っぽさだとも思うのだ。旧世代の商店街と新しく開発された道沿いのラインが何度も交差しながらある程度同じ方向に伸びていく。その通りの隙間には生活道路があって、一本裏通りに入ると商店の裏にはすぐ住宅地がある。そういう規模感の街の構造をイメージしてるのだ。ここから通りをまたいで住宅地の中心方向へ商店街を延伸していく。大昔この真ん中のラインを中心に街は広がっていって、栄えた場所を囲むように大通りができた。これって日本のいろんな地域にある構造だと思うのだ。商店街やアーケードがどういう場所にあるかっていくつかのパターンがあるよね。鉄道駅は普通最後にできるから、駅に向かうもの以外の部分を見ると過去の街がどうだったのか推測できたりするよ。この街で一番古い通りはやっぱり今の見た目もそれっぽくあってほしいから、ここから住宅地の中央までずっとアーケードが続くような形にするのだ。なんだかんだで結局ランダムで建てたもの全部壊すじゃん。いつもはランダムで建ててもいい感じに見える作り方をベースに少しずつ変更しながら仕上げていく感じだけど、それって一つのマップをたくさん楽しむためなんだよね。今回みたいに狭い範囲を集中して作るってなると無駄になるけど、実は日本風はセットを全部ちゃんと確認したことなかったから、とりあえず広域に全種類建ててみたって話なのだ。引っ越しする側がいい迷惑だよ。この街で一番密度の高い場所って割にはそれほどでもない。上から見てたらそんな風に思われるかもしれないんだけど、正直このくらいが表現できる限界に近いのだ。これ以上になると日本って建物の形が道にフィットするように台形や三角形になっていくようなことになるから、最悪全部自分で作るなんて根性がないと進めないのだ。へんてこな形の建物は日本以外にもいっぱいあるけど、日本の場合はさらに一つ一つが細かいんだよね。あとアーケードを置物で作ったら人がちゃんと歩いてくれるか問題じゃない。他の道が優先して選ばれないように工夫が必要だけど、それは一旦しばらく稼働してみてから考えるのだ。誰か来た。なんだろう。あんこがピザでも頼んだんじゃないのだ。撮影終わって僕の分がなかったらブチギレなのだ。なんか全然人がいなくなってない。かなり色々壊しちゃったから戻るのに時間がかかるかも。日本を作り始めて3週間くらい経つのにまだ範囲の半分にも満たないね。田んぼだけならすぐ終わるんだけど、一応雰囲気とかシルエットはかなり日本に来たくなってないのだ。ねえ、お客さんだよ。まだ撮影中なのだ。立ち退いてもらった農家の人が話聞かせろよって。どうする？好きにすればいいけど、窓から逃げるってここ何回だか分かってる。いますよって言っちゃったよ。裏切り者しかいないのだ。チャンネル登録お願いします。